こんにちは、グリプトです。3連休明けの米市場でしたけども、やっぱり関税、あとイーロンのアメリカと設立がですね、市場に影響している印象ありますね。あと関連株、またアルトの方でも多くのファンダが出てますんで、また細かいところを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになっています。それでは本日もポジネガファンダ、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格が現在10万7700ドルあたりを推移しています。発表された指標は大きなものなかったんですけども、それぞれの要人発言、関税関連とですね、イーロン・マスクのアメリカとの続報、ビットコインの言及に注目が集まったのかなと思います。ドル円は146円台まで上昇してまして、米株調整、ゴールド反発という展開になってますね。あと個別株の方ではアメリカとの設立から、個人的にもですね、テスラと AI 関連銘柄どう動くのか注目してたんですけども、結局テスラはマイナス 6.7% と落ちてますね。イーロンが政治に本腰を入れることで、一部から不買運動が起こるんじゃないかとか、様々な懸念が出ている状況となっています。で、あとは先日ロビンフッドが欧州で株式トークンを提供するという話題取り上げましたけども、その後オープン AI のサム・アルトマンがですね、うちは許可してないと反対してたりで、また一部からはですね、そもそも非上場株のトークン自体に需要がないんじゃないかとか、批判の声が大きくなっているのも話題になってますね。で、これに対してロビンフッドのテネフ CEO はですね、株式トークンは実際の株式ではなくて企業価値に連動するデリバティブだと反論してるんですけど、まだ落ち着いてない印象があります。株価はマイナス 1.0% となってますね。あとはマイナー株の6月の業績報告が、アイレンが過去最高の売上6800万ドル、ビット夫婦はハッシュレート 36.2 エクサハッシュ、電力728メガワットで、こちらも過去最高、クリーンスパークが50エクサハッシュ達成、685BTC 採掘と、それぞれ好調となっています。アメリカとの AI 推進の影響も多少あるのかもしれないですけど、株価もクリーンスパーク以外はですねプラスとなってまして、比較的強くなってますね。あとはコアウェーブがコアサイエンティフィックを90億ドルで全株買収となってます。で、この買収騒動も何度か取り上げてますけども、1回買収に失敗して、最近また買収に動いているという流れでしたけども、今回買収完了となってますね。今後はコアサイエンティフィックの 1.2 ギガワットのデータセンターがコアウェーブの AI 事業に統合、ホスティング契約は解消されるとしています。コアサイエンティフィックはマイナス 17.6% となってますね。あとはトレジャリー関連ですね。ストラテジーが先週ビットコインを買わなかったのが注目されています。4月以来初めてということで注目されてますね。で、また優先株ストライドを42億ドル売却を予定していることなども注目されています。先週ですね、集団訴訟話題になりましたけども、株価も下落傾向継続となってますね。あとはメタプラネットですね、2205BTC 買い増し、これで総保有量は 15,555BTC となっています。で、また19回の、社債繰り上げ償還が行われたことも注目されています。週明け若干反発して抵抗を抜けたようにも見えますけども、本日の動きにも注目ですね。あとはスマートウェブカンパニーが 226BTC 買い増し、総保有量は 1000BTC となっています。あとはセミラーサイエンティフィックも 187BTC 買い増し、総保有量は 4636BTC、ダブロックチェーングループ 116BTC 買い増し、総保有量は 1904BTC。あとはメキシコの不動産企業ムラノが最大5億ドルの SEPA 契約を締結、資金はビットコイン購入に充てられるとされています。あとはビットデジタルが保有分のビットコインを全てイーサに転換しています。上場企業のイーサの保有量としてはトップ層に並んだということで注目されています。株価もプラス 18.37% と高騰してますね。あと ETF 関連では、先週の仮想通貨系 ETP の週間フローが出てまして、全体でプラス10億ドル、アセットごとではビットコインがプラス 7.9 億ドル、イーサが 2.2 億ドル相当と、イーサは11週連続の流入を記録したのも注目されています。昨日の ETF は現時点ではプラス 0.51 億ドル相当、香港はゼロとなっています。
あとオンチェーン関連では、ビットコインのメモリープールがほぼ空になっていること、14年ぶりに動いた8万 BTC の目的が未だに注目されています。で、メモリープールが空になっている件はですね、処理待ちのトランザクションが減少していることから、ビットコインチェーン上での取引量低下示唆となっています。で、あと8万 BTC の移動の件に関してはですね、一部で不正流出の可能性があるんじゃないかと指摘されてたんですけども、その後も大きな移動がないことからですね、古い P2PK1 モデルのアドレスから安全性の高い B132 モデルのアドレスに移動しただけではないかという見方になって、現在は落ち着いてますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.63%、額としては735億ドル相当、オーダーブックの状況としては上は10万8500、下は10万6000あたりが目立つ状況となっています。今後の指標としては7月9日に FOMC 議事録、7月10日に米新規失業権申請件数、7月11日にカナダの雇用統計などが控えています。ビットコインのチャート的には、10万8000台のサポートは終わってるんですけど、その下の10万7500のサポートでですね、また一旦反発した展開となってますね。で、4時間足では、上は10万9000、下は10万6000あたりがレンジになってますけども、日足は少し弱い印象ありますね。トランプ大統領とイーロンのごたごた、まだ続きそうですけども、アメリカとのビットコイン推進が表明された今ですね、再度10万9000の攻防に期待したいですね。指標も大きなものもないので、今夜の米市場でどのように動くのか注目ですね。そしてイーサーですね。イーサの価格が現在2520ドル、BTC 建ては 0.0234。先物の方では OI は全体でマイナス 0.78%、334億ドル相当。ETF は現時点ではプラス890万ドル相当、香港はゼロとなっています。イーサ関連の話題では、ビタリックがコピーレフトライセンス、またガス上限を1677万にすることを提案したことが注目されています。で、このコピーレフトライセンスに関してはですね、これ私の解釈ですけど、以前のプレミスライセンスではオープンソースのイーサ関連のコードを利用して別の派生コードを作った場合、その派生コードを非公開にするということができたんですけども、今回ビタリックが支持しているコピーレフトライセンスに関してはですね、その派生コードもオープンソースにしなければならない仕様になると。で、そうすることで Google などの大企業が派生コードを非公開にして利益を独占しないようにするための取り組みとされてますね。以前のビタリックの考えと変わったところが注目ポイントなのかなと思います。で、イーサの BTC 建ては先週末から若干上がってますね。ただ抵抗は抜けきれてない形状です。トレジャリ関連もイーサの乗り換え目立ってますけども、時間足、日足のこの抵抗を抜けられるのか注目ですね。あとその他の動向ではトルネードキャッシュ訴訟が終結となっています。で、これも長い間ですね、制裁解除やらずっと進捗注目されてましたけども、今回ですね、訴訟取り下げの共同申し立てが裁判所によって承認されて、訴訟終結となっています。で、トルネードキャッシュのトークンも一時的に上がってますね。あとは米シークレットサービスが押収した犯罪関連の暗号資産が10年間で4億ドル相当に上っていること、香港が8月1日からステーブルコインのライセンス発行を予定していることや、ロシアがマイニング機器の登録制度を導入すること、こちらは違法マイニングに対応した動きと見られています。あとはブラジルの中央銀行準備口座から 1.4 億ドル相当が不正流出したのも話題になってますね。IT オペレーターが2770ドルの賄賂を受け取って、システムアクセス権をハッカーに提供したことで流出したとされています。4000万ドルがビットコインなどで洗浄されて、5000万ドルが凍結、2950万ドルが回収済みと、IT オペレーターは逮捕されてますね。先日からオペレーターに賄賂を渡して、流出っていうのがね流行ってますよね。あとアルト関連では、SEC がソラナの現物 ETF に対して7月末までに S1 の修正申請を出すよう要請したのが注目されています。ソラナの現物 ETF の最終期日は10月10日とされてるんですけども、予定よりも早く承認されるんじゃないかと見られてますね。あとはメルカドビットコインが XRP レジャー上で
2億ドル以上の RWA をトークン化すること、あとは先日トンが10万ドル相当ステーキングで UAE のゴールデンビザを提供することを発表して話題になってましたけども、それに対して UAE 政府がですね、ビザ資格には該当しないと否定したのが話題になってますね。でその後トン財団は、正式な提携ではなく初期段階の独立した取り組みであると新たに声明出してますけども、トンは下落してます。あとはパンパンのトークンがゲートでトークンセールを開始したこと、モナドの DEX クルが1150万ドル調達を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。アルトのチャット的にはまずソラナですね。週明け落ちてはいますけども、まだサポートは維持してます。でまだレンジの域ですけども、152ドルの抵抗を超えられるのか注目ですね。あとは XRP ですね。昨日比較的強い印象ありましたけども、現在はまた落ち着いてます。ただ何度か弾かれてた 2.33 の抵抗は破ってるように見えますんで、今後続伸できるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。ビットコインは10万8000の攻防、かなり長い印象ありますけども、指標が落ち着いている時にですね、上抜けできるのか注目ですね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。